空気圧なんか少ないね。ちょっと後に入れよう。はい、皆さんこんにちは。車を乗りしてこんばんは、シロピーです。今回は東京オートサロン2018でね、コルツブースでもらったね、こちらタイヤワックス、プレストンのタイヤワックスを紹介したいなと。で、一応2タイプもらってて、 G クイックと G シャインっていうね、こう2種類のタイヤワックスがあります。で、これをね、本当に実際に使ってみて、ツヤだったり違いね、こちらを紹介していきたいなと思っております。で、いろいろね、説明するのも使いながらの方が分かりやすいと思うので、今から早速外に行ってきます。はい、一応ね、外にやってきました。すごい寒い。もう鼻水が止まんない。で、一応ね、こちらね、G シャインと G クイック違い簡単に説明すると、 G シャインの方はツヤが超出るタイヤワックスで、 G クイックの方は簡単にね、洗浄が出て、なおかつツヤも出せますよっていう商品になります。で、一応ね、使い方とかは実際使いながら説明していこうかなと思います。で、今回使用するのがこのタイヤ、スタッドレスタイヤなんですけど、すごい汚い、マジで汚い。で、ホイールもすごい汚い。ホイールはね、これね、今後ね、ちょっとホイールクリーナー使おうと思ってね、汚れを溜めてる状態です。で、まず軽くね、洗っとこうかな。ちょっとタイヤの方軽く洗っていきます。はい、大変。一応こんな感じで洗いました。で、一応ね、今回はこちら前と後ろで G クイックと G シャイン使い分けて、見た目とかね、どんな感じなのかちょっと比較できるようにちょっとしてみたいと思っております。はい、そしたらね、一応簡単に引き上げていきます。最近ね、ちょっとね、電気屋さんでポイントが溜まったから、パナソニックのね、いい金具カッター買ったらね、もう鼻水がやばい、すごいです。きったね。はい、一応洗い終わって、こちらね、洗車後の濡れたタイヤにも使用できますって書いてあったので、そのままちょっと使っていこうかな。で、使用方法はタイヤ側面より10センチから15センチ離して均等にスプレーを吹く。まずフロント G シャインから。はい、ざっとね、こちら均等に吹きかけました。それでこちらね、液が乾燥するまで走行しないでくださいと記載されています。例えばね、すぐにもう走行したいですよっていう場合は、もう軽く拭き取って液をね、それから走行してくださいと。はい、一応ね、こちら乾くまでこの G シャインの説明を簡単にしようかなと思います。で、この G シャインね、超ツヤが出るタイプで油性になります。油性のタイヤワックスね。で、油性って聞くとタイヤのね、劣化を早めるっていうイメージがあると思うけど、それはね、石油系のね、溶剤が入ってるものは劣化を早めたりするんだけど、こちらはね、なんとラノリンというね、極上オイル、羊毛とかにね入っている油だって、それのオイルが使用されているので、タイヤに非常に優しい。それとね、あとうんちくではないんだけど、タイヤ自体ね、通常ひび割れの抑制成分が入っていて、車を動かすことによってその成分が出てきてひび割れしにくいっていうのがあるんですよ。なので、理想ね、本当の理想、もうタイヤワックスとか何も塗らない、それで結構走行する方がタイヤのね、ひび割れの劣化を抑制することができるみたいです。けどね、言うてもタイヤはね、汚れてきてね、カッサカサに見えるので、やっぱツヤ出し剤っていうのはね、買いたいなと。その中でもね、やっぱそのタイヤに優しいツヤ出し剤がいいのかなと僕は思います。そしたら次ね、リアの方に移動して、もう一本の G クイックの方ちょっと使って説明したいなと思います。はい、リアの方にやってきました。で、こちらね、リアの方は G クイック、洗浄できるね、ツヤが出るタイプのタイヤワックスを使います。で、洗浄ができるんだけど、ちょっとね、汚れすぎてるからね、こちらもちょっとざっと洗います。で、G クイックの方も G シャインと同じで、濡れた状態、洗車後すぐに施工することができるので、ちゃちゃっとね、洗っちゃおうかなと。よいしょ。うわ、手が冷てえ。はい、こんな感じでね、ざっと洗いました。そしたらこちらね、G クイック、使い方は先ほどの G シャインと同じ10センチから15センチぐらい離れた状態で吹きかけて、で、あとはね、もう放置しておくだけ、乾燥するまで待つ。それで即洗浄とツヤが出るダブル効果が得られるのが G クイック。はい、そしたら G クイックいきます。ムース状だ。ムース状つか泡になってるね、若干。なんかね、柑橘系の匂い、これ柑橘系の匂いって書いてあるんだけど、本当にね、爽やかな匂いがします。はい。で、これもね、乾燥させるまで待つ。
すぐに走行する場合はこの液体を拭き取って走行する。でできるだけね乾燥するのを待った方がいいということなので、ちょっと乾燥させてから前後違いちょっと見てみたいと思います。はい、一応ねこちらフロント G シャインの方ね乾きました。で見た感じね濡れてる状態、ツヤツヤ濡れ濡れの状態なんだけど、これね乾いてすごいツヤが出てる。一回ねちょっとアップで見てみましょう。はい、こんな感じです。すごいもうね常にもう濡れてるような状態で、一応ね乾かした乾燥時間だいたいね3、40分で、僕ねちょっと塗りすぎちゃったのかもしれない。やっぱね厚塗りしたところは乾きにくいけどね、それ以外のところはしっかり乾いてツヤツヤタイヤワックスっていう感じが出ています。はい、こんな感じでねツヤツヤのタイヤワックスが欲しい人は G シャインで、続いてね洗浄効果があってツヤが出るっていうダブル効果の G クイックの方ちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらがね一応 G クイックを施工した方になります。でこれね動画でちょっと分かるか分からないんだけど G シャインに比べてツヤはね若干抑えられてる。ツヤツヤっていうよりはちょっと黒々しい感じね。で実際ねすごい汚れも落ちていました。そしたら一回アップでご覧ください。はい、アップにするとこんな感じ。わかるかな。こちらはね若干ツヤは抑えられてる。ツヤは出てるんだけどね、どちらかというと黒々しい感じで、これね使って思ったのがスプレータイプ若干ね僕濡れてないところとかあってフライになった場所があったんだけど、なんかねスポンジとかで綺麗にスパーって拭くとよりね綺麗になるなと思いました。はい、それでね洗浄力がねすごいと思ったこれで、今からねこちらね洗浄の方はねちょっと動画で若干どんな感じか見せたいなと思うので、そしたらねちょっと次に移動します。はい、そしたらね続いて G クイック、これね G クイックの洗浄力ちょっと見ていきたいと思います。で今ねこれ洗ってない状態のタイヤ、汚いよね。これを吹きかけます。本当はねフロントの方が汚れてたからフロントが良かったんだけど、はい、そうするとねこれ汚れが落ちていく。でこれねちょっと一回磨いてみようか。すごい汚れがわかるかな。これね最初汚れてる人はねこういう風にちょっと何回か洗浄として使うのもありなのかもしれない。吹きかけるだけっていうけど、こういう風にね伸ばした方がねより綺麗に施工できるかもしんないね。とりあえずすごい落ちる。洗浄力はすごい綺麗になります。そしたら次半等分して洗車してないところと、あと G クイック G シャインってねフロントの方やってあるので、そちらね比較見ていきます。はい、そしたらねフロント側こちらはね一応3面、ここが G シャイン超ツヤ、ここが G クイック洗浄とツヤで、ここは何もやってない。多分ね見れば動画で多分わかると思うんだけど、ここねすごいツヤ出てるでしょ。でこっちもね黒々しい感じ綺麗になってる。で何もやってないところ、これはね一応水洗いはしてある。でここはねすごいカッサカサ、ちょっとアップにしてみます。はい、こんな感じです。 G シャイン G クイック見てこう。ツヤがね多分違うと思う。これはね好みです。比較としたらこんな感じ。ここはね何も施工してないところ、やっぱねカサカサねに対して、ここ G クイックはなんていうの黒々しい感じ、ツヤツヤっていうで、 G シャインはもうテッカテカこんな感じになります。はい、そんな感じでこちらねプレストンのタイヤワックス施工終了になります。大きな違いはツヤがねめちゃくちゃ出るか、それとも洗浄に特化して黒々しい感じか、これはねもうほんと好み、皆さんの好みだと思う。タイヤワックスはね特にねすごいツヤが出る油性タイプと黒々しいタイプ、水性のタイプがあるので、これはねどういう風にしたいかっていうのは、その人それぞれだと思うので、皆さんお好きな方を選んで購入してみてください。それと、タイヤワックスね他にもいろいろあるので、これからもね施工していきたいと思います。チャンネル登録もよろしく。はい、それではまた来週。